皆さん、こんにちは。愛知ダイハツのデイビッドです。今日は点検についてお話ししたいと思います。まず一つは、点検をなぜ定期的に受けなければならないのか。と、二つ目は、愛知ダイハツではどんな点検をしているのかをご紹介させていただきます。今日は整備の話になりますので、実際に車の整備をしているテクニカルスタッフの片岡さんに教えてもらおうと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、車の点検をなぜ定期的に受けなければならないのか教えてください。最初に簡単な質問をしますが、デイビッドさんが車に乗られているときに、路肩などに止まっている故障車を見かけたことはありますか？ありますね。タイヤ交換をしている人とか、あとボンネット開いたまま止まっている車とか見たことありますね。故障の内容にもよりますが、それらの故障はタイヤの空気圧不足や冷却水不足などのメンテナンス不足が原因の場合も多いんです。だからこそ、点検を定期的にしていただいて、車の故障をいち早く発見して修理することが重要なんです。そしたら、もしあんまり距離乗らない場合でも、点検は必要ですか？ゴム部品など、走行距離が少なくても劣化してしまう部品はたくさんあるので、あまり距離を乗らない車でも点検は必要です。点検をする必要性を理解できましたが、具体的にどのように点検をしているか教えてもらえませんか？では、ここからは定期点検の主な点検箇所をパートに分けてご紹介させていただきます。エンジン周りでは、エンジンにオイル漏れや水漏れがないか、装着されている消耗部品に異常がないかチェックしています。部品チェックの一例ですが、まずスパークプラグについて説明します。スパークプラグは空気とガソリンの混合機に火花を飛ばして点火する役割があります。このような専用工具を使用して外します。新ピンと交換が必要なスパークプラグではこのような違いが出ます。悪くなるとエンジン不調の原因になりますので、外観の確認と合わせて距離や使用期間も目安に交換をします。エンジンオイル、ブレーキオイル、冷却水、トランスミッションオイルなどは汚れ具合、量、漏れなどを確認し、ホース類の損傷なども点検します。オイル類は汚れ具合だけでは判断が難しいので、距離や使用期間によって定期的な交換が必要です。ベルト類の不具合はオーバーヒートや充電不良で走行不能といった重大な故障につながりますので、ひび割れなどの不具合があれば早めに交換することをお勧めします。ブレーキ関係ではブレーキ装置の摩耗や損傷、オイル漏れがないかなどをチェックします。前後のブレーキの点検はこのようにブレーキパッドやブレーキシューの残量を測定し、手動部分にグリスアップをします。ブレーキパッドやブレーキシューの残量がこのように少なくなっている場合は交換をします。摩耗を起こすこの部分が完全になくなってしまうとブレーキの効きが悪くなり大変危険な上、ディスクローターなどに傷が入り、追加で交換が必要になってしまう場合があるので、早め早めの交換をお勧めしております。ブレーキオイルはオイルといってもこのように水と混ざる性質があり、見た目は綺麗でも空気中の水分によって性能が落ちている場合がありますので、定期的な交換が必要です。愛知ダイハツでは車検時に交換していただくようお勧めしています。足回り関係ではハンドルの動きを伝えるステアリング装置やエンジン、トランスミッションからの動力を伝える働きをしているドライブシャフトなどがあります。これらの装置には継ぎ手にベアリングが使われており、ベアリングの露出を防ぐためブーツが装着されています。そのためブーツに亀裂がないか、ベアリングにガタが出ていないかを点検します。ブーツ類が破れたまま使用を継続すると、そこからグリスが漏れ、潤滑不良や水の侵入による錆が発生し、最悪の場合、ハンドル操作に影響が出たり、走行不能といった不具合につながりますので、そうなる前に早めの交換が必要になります。また、足回りには一番重要なタイヤがあります。タイヤは路面と唯一設置している部品であり、車の走る、止まる、曲がるの基本的な性能を左右する重要な部品です。ゴム製品であり、使用するうちに摩耗したり、経年劣化による亀裂が発生する場合がありますので、溝が少ない場合や安全を確保できない劣化や損傷が認められた場合は交換が必要です。下回りの点検ではエンジン、トランスミッションからのオイル漏れやブレーキ配管、燃料配管の損傷がないかを点検します。ボルトの緩みがないかもチェックします。
また、愛知ダイハツではお車を安心安全にお乗りいただくために、定期点検と一緒にスマーシ点検やシステム点検をお勧めしています。スマーシ点検はスマートアシストが装備されている車両にシステムチェックを行います。これにより対象物を正しく認識しているかの確認やシステムの不具合、スマートアシストの作動回数などを確認することができ、お車を安心安全にお乗りいただくためのご提案もさせていただいております。システム点検は専用診断機により目には見えないシステムの不具合などの点検を行い、車に異常が発生していないか、または過去に異常が発生した時がなかったかを確認させていただいております。以上が定期点検の説明となります。今回の動画の中で早めの交換や定期的な交換という言葉をたくさん使いましたが、私たちは次回の点検まで安心してお乗りいただけるよう、お客様のお車の使用状況を考慮しながら整備内容のご提案をさせていただいておりますので、お車を乗られていたり日常点検を実施した時にもし気になることがあればお気軽にご相談ください。片岡さん、説明ありがとうございました。点検を怠ると、このような重大事故や故障につながる恐れがありますので、ぜひ点検を定期的に受けていただければと思います。今日はご覧いただきありがとうございました。